はい、どうもこんにちは。本日はですね、以前、このワゴン R のですね、17インチのホイールを外したんですけれども、そちらの17インチのホイールのタイヤの左右のローテーションの履き替えとですね、ミーティングで履く予定の18インチのホイール、7J のホイールに165、35、18インチのタイヤをですね、履かせに行きたいと思います。果たして18インチ 7J のホイールに165、35、18のホイールが果たして入るのかどうか、スムーズにつけられるのかどうかっていうのを実際にね、やってみたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで、早速取り掛かるんですけれども、まずは一番の課題は、この後ろのリアシートとハッチの部分に18インチのタイヤ4本と、18インチのホイール4本と、17インチのホイール4本を積まなければならないというのがありますので、果たして乗るのかどうなのかっていうのをやってみたいと思います。これで乗るかどうかをやりたいと思います。せーの。はい。ということで、なんとか乗りました。大変だったね。とりあえず乗っかったんで、これでレンタルピット屋さんに持ってって、マーブラがタイヤ交換をしたいと思います。それでは参りましょう。レッツゴー。はい、ということで到着しました。これからね、早速タイヤ交換をしたいと思います。これまず、バルブを外します。これでエアーを抜きます。はい、そしたら、ここのリムと、ここ、爪のところに引っ掛けて、それでタイヤを固定します。こうやってて、ビートを固定する。そしたら、まずビートを押しましょう。そしたら、これを入れ込むんだけど、底辺辺のタイヤが硬いんですよ。はめたらこうやってビートを起こしていく。寝かしていく。沈めていく。そしたら、ビートを引っ掛けて、上に上げて、ドドッと出していく。はい、そしたらもう、下側を上げて、かけて、上げて、で、外す。はい、外れました。そうしたら、ここの部分にリードワックスを塗ります。表裏ね、つけたいと思います。そしたら、山がある方を内側つけたいと思います。で、また虫のバルブがね、来ないところにやりましょう。そしたら、タイヤを引っ掛けて、ここにね、引っ掛けて、軽くグイッと、で、回す。やりました。そしたらまた同じく、下側引っ掛けていくんだけど、上側はちょっとしんどいので、これをね、引っ掛けながら回していきます。溜まってきたら、ここのビートを落としながら、水物にしちゃった。お嫁に行けないよ。そろそろ来るよ。これで、エア張った時にどうか。ということで、こんな感じで交換しましたので、これをですね、4本と、あとは18インチのやつを4本とやりたいと思います。はい、ということでですね、あの後、作業してたんですけど、ネムさんと血みどろの喧嘩になりまして、撮影どころではございませんです。こんなんなって。一人でね。はい。ということでですね、まあ、いろいろ吸ったもんがあったんですけれども、なんとかタイヤ作業の方完了しました。それで、一応ですね、17インチの左右のローテーション、それと18インチのタイヤの装着、やったんですけれども、なんとか無事に装着ができました。そしてバランスもとって、まあ何よりかなと思います。それで、まず16インチ、17インチ、18インチの比較をね、ちょっと見てみたいと思います。16インチ見てみましょう。こちらは今現状履いている状態なんですけど、こちらは16インチの 6J のホイールです。引きで見ると、軽自動車でよくありがちなね、サイズ感だと思う。まあ、可愛らしいよね。可愛らしいよね。じゃあ今度17インチ見てみましょう。これが17インチ。どうカメラでどう
カメラね、タイヤ1個手前に出てるから、エンジンホール余計大きいけど、うん。でも事実大きいでしょ。ホイール自体がやっぱ大きいっていうのがわかる。重ねると、こんな感じなんですよ。はみ出ちゃってるね。こんな感じでね、印象が違います。じゃあ、いよいよ18インチ。はい、じゃあ18インチはこちらです。でかく見える、やはり。タイヤが薄くなったね。より薄くなったね。そうですね。インチがでかくなる分、タイヤは薄くなっちゃって。それと同時に、今回は幅が 7J です。幅がこれ入らないんじゃない？はい。7J で、タイヤのサイズは1653518。その17インチとちょっと幅減はい。ってみて。17インチはこれ先ほど言った 5.5J です。これだけ違います。うん。全然違う。並べると、ちょっと一回りこっちが 7J。こっちが 5.5J。1.5J でこんだけ太さ違う。高さ的にもこんな感じ。表から見ると、こんな感じです。違うでしょ。大きいね。シルバーだからより大きく見えるのかな？それはあるかもしれない、見た目的にね。膨張色的な感じでね。なので、このタイヤの引っ張り具合もね、これ同じ165のタイヤなんですよ。17インチの方は1654017。こっちが1653518。引っ張り具合が全然違います。7J なんでね、こういうのが。もっとより引っ張ってるってことでしょ。はい。もうここにコインが乗せられるぐらい。ここにね。はみ出てる。はい。こっちは乗せられます。収まってる。はい。ビードがもうホイールよりも中に入っちゃってるんで、あんまりこっちで極端な段差とかいっちゃうと、ここのビードがバスンと当たった時に、ここの隙間が一瞬でもビュッて抜けちゃうと、そこから空気がビューって抜けちゃうんで、注意が必要です。それなので、これからキャンパーつけるなり、足回りをちょっとセットしながら履けるように調整したいと思います。ちなみに16インチと比較した場合、こんだけ違います。どう見ても入らないじゃん。これはやっちゃいけないやつ。良い子の皆さんは決して真似しないでください。ということで、これを収めてみたいと思います。でまずは、前も後ろも干渉する可能性が非常に高いので、まずは後ろからやってみたいと思います。本付けでどの状態になるか。あ、収まってますね。いや、でも沈むじゃん。かかっこいいじゃないですか。ちょっとこれで仮締めしてみて、どんな塩梅か。ここが当たるね。もっとキャンバー切らないとね。でもどうこれ。かっこいいじゃん。パツパツで。ダメだよ。こんな面具合です。でもこれだとワゴン R の場合間違いなしに干渉するんで、これをもっとキャンバーつけます。これを試すんです。これでようやく効果を発してくるのが、以前につけたアクセルシャフトです。キャンバー調整式のアクセルシャフトでしたでしょ。最大12度までキャンバーつけられるんで、それで中に収めると。ストロークした時を家庭でバネを取って、沈んだ時ってホイールが沈むじゃないですか。だからその時に干渉しないかどうかを確かめるために今バネ外した。あ、じゃあバネがないのがゼロスタートってことね。ゼロスタート？ゼロ地点？だからバネついてると、どんなに上げても着地してる状態までしかできない。それ以上荷重加えることができない。だからバネを外してそれ以上ストロークさせて、タイヤが干渉しないかのためのチェック。サイドブレーキを緩めます。緩めて、ジャッキを上げます。そうするとバネがないから、フルストロークするんですよ。当たっちゃってる。うん。だからこれをチェックするため。当たってないんですよ。でもちょっと横重心ずれたら、ギャリっていっちゃう。ギリ大丈夫ですね。見てください、これ。これですよ。じゃじゃーん。心配だからもうちょっとじゃない？内側は？じゃじゃーん。分かったから内側。当たってないんですよ、だから。一応クリアランスはこんな感じになってます。1センチぐらいかな。これぐらいで干渉はしてないと。ボディにもギリ干渉してない。ということで 7J は収まります。でも外側これほんとスレスレだからもうちょっと中入れた方がいい。これだと前回これで削っちゃったからホイール走った時に。これがフルストロークなんですよ。でも沈み込んだ時にギョチョっとなっちゃうから。で、ちょっと中入る。もうちょっと中入った方がいい。いや、もう収まらない。限界。ギチギチだよ。あ、ダメ。ダメじゃない。フルストロークすると干渉します。ダメです。じゃあもうちょっとキャンバー切ろうか。はい。こうやって試すんです。太いホイール履かせるときはね。じゃあもうちょっとキャンバー切りましょう。はい。ということでですね、一応セッティングしまして、できました。今、フルストロークさせてる状態です。ご覧ください。こんな感じでついております。それで、回しても、とりあえずこのポツポツが、新品のタイヤの時に必ずあるこのポツポツが
干渉して当たってるんですけども、基本的には回り続けるという状況になってますんで、これで OK な範囲かなというところでございます。これが今現状でフルストロークさせた状態ですね。表側からはこんな感じです。こんな感じでフルストロークさせてる状態ですね。フェンダーとのクリアランスはこれぐらいの状態になってます。まだね、中側は余裕あるんですけども、問題は内側です。車庫帳とホイールは、ここのリムと車庫帳までが1センチぐらいですかね。1.5 センチぐらいまだ余裕があります。それで、さらに奥のボディとリムなんですけども、5ミリですね。実際で見ると。ということで、MH22S のワゴン R に18インチの 7J のオフセットプラス42のホイールはとりあえず収められるという結果となりました。サスペンションにも干渉せず、ボディにも干渉せず、外側のフェンダーとかにも干渉せずでギリギリ収められますので、これをもう片方もやって、今度はね、フロントにやってみたいと思います。はい、今緊急なんですけども、さっき回ったじゃないですか。回った。反対側やってたら、回んなくなっちゃって。反対側も内側にも干渉しちゃってたんで、これはどうにもならん。内側が当たって動かないってことよね。はい。なのでこれもうオフセットの問題なので、これ42なんですよ、オフセットが。なので、どうにもならんので、今5ミリのスペーサーを反対側かましてみました。それで今こっち5ミリのスペーサーをかましたんですけども、はい、かませばこうやって回るんですね。なので、反対側もかまして、それで内側の猶予をもたらして、外側もし干渉するようであれば、キャンバー、寝かせられるだけ寝かして、それでストロークさせた時にどうなのかっていうのも含めて対応し直したいと思います。出来上がったのか出来上がらなかったのかは次の映像でね、発表したいと思います。それまでスキップ。はい、ということで、なんとか作業を終えました。疲れたね、M さん。もう夕方ですよ。賞味5時間ぐらい散々調整しました。どうぞご覧ください。じゃん。あれあれだよね。5時間格闘しました。そして、先ほどの動画のように、キャンバーつけて中引っ込めたり、スペーサー入れて表出したりとか、いろいろ試行錯誤してみたんですけど、いかんせん収まらない。ギリギリ本当に入ってたんだけどね。そうなんですよ。紙一重なんですよ。それで、こちらでもね、ご覧いただいている通り、インチアップすればインチアップするほど、入り込んじゃうんですよ、タイヤが。フェンダーの中に。なので、18インチで合わせる場合は、もっと車高を上げなきゃいけないっていうのも課題で出てきそうな感じなんですよね。それで、一応今、表側が余裕5ミリ、内側が余裕5ミリの状況でもパッツパツな状態で18インチを収めたセッティングにまではいけたんですけども、どうしても運転すると干渉するというのがあるので、もう時間が時間になっちゃったんで、とりあえず今まで履いてた17インチにしました。結果出なくてもマーブラはエンディング取っちゃいます。結果は十分出ましたよ。いろんな結果が。相当ね、出ましたね。ということで、今回はとりあえず17インチで左右ローテーションした、もともと履いてた17インチに戻しました。それで、またですね、往生ギアが悪いんで、マーブラも。まだフロントすら触ってないのに、後ろしか触ってないのにもかかわらず、まだ挑戦続けます。まだ諦めないよ。諦めないですね。後ろはギリいけるかもしれないけど、前をどうしていくかっていうのが今後の課題ですね。そうですね。まず後ろは、今、車庫調のバネのまんまだと低すぎちゃうんで、ダウンサス入れてあるんですよ。ただダウンサスも低くなる方とそんなに低くならない方の2種類あって、低くなる方のダウンサス使ってるんですよ。なので、エスペリアのダウンサスを使えばもうちょっと車高上がるんで、その状態でセッティングしてみたらもしかしたらワンチャンいけるかもしれないっていうのがあるんで、限られた条件下なのでなかなか難しいんですけども、なんとかこのノーマルのフェンダーで18インチ 7J を収めたいと。どうにかこうにか収めたいと思いますので、また明日からマーブラ久々に本気を出してセッティング出してみたいと思います。出るかはわかりません。ただ、1年ぐらい前から入らないんじゃなくて入れるんだよと言ってたからには、どうにかこうにか入れたいというのがあるんで、決定打的にもうこれダメだってならない限りは頑張ってみます。それでミーティングまでに間に合えば
もしかしたらミーティングの時18インチで現れるかもしれません。かっこつけたいのね。そうですねかっこ。つけたいんでしょ？至るところボコボコだし。誰かがボコボコするから。お前がな。それなので、もうこの車何の取り柄もなくなっちゃったんで、唯一特徴を挙げるとしたら18インチ収まったら18インチの 7J が入った車っていうので、とりあえずはね、それなりの頑張った車にもなりますので、ミーティングまで頑張ってみたいと思います。最後の最後まで諦めずに18インチの 7J を入れてみるっていうのをチャレンジしてみたいと思いますので、結果はミーティングの時にどうなったかということでございますので、ぜひご期待ください。期待できるの？わからない。これはマーブラも正直わかんないね。足前の構造がどうなってるのかっていうのがちょっとシミュレーションできてなかったっていう。マーブラ頭が悪いから、実体験を経験しないとわからないんですよ。なので、今回実体験でやってみて、本当はバネレートも上げたりとかしたいんだけど、バネ持ってないんで、それだから今あるものだけなんですよ。だからそんなにバネレート高くないやつが 2.5 キロとか、本当純正のサスと何にも変わんないぐらいのバネの硬さなんで、それで無理やり収めようとしてるんで、それは大変だよね。ストロークを考えた上でのっていうのもやらなきゃいけないんで、そこら辺もちょっと大変なんで、それでもなんとかね、収められればと思って格闘していきたいと思うんで。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。高評価やコメント、チャンネル登録とね、ベルの通知のマークをですね、オンにしていただきますと、マーブラックの不定期な動画の配信がね、通知でお知らせになりますので、ぜひとも通知をオンによろしくお願いします。ということで、結果に至りませんでしたが、本日はこれまでとなります。それでは、マーブラじゃんけんをしたいと思います。準備はよろしいですか？マーブラじゃんけん、じゃんけんぽいということで、マーブラはグーでございました。ということで、またお会いしましょう。さよなら。